ほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、KB イヤーゲンブ、低価格で特徴的な外観を持った、1ダイナミックドライバのイヤホンだ。このイヤホン、外見も特徴的なんだけど、まずは音質的な特徴から言ってみようか。ゲ部に搭載されているドライバは、1ダイナミックドライバ。シンプルな構成だ。中国系のイヤホンは、このような低価格1ダイナミックドライバ機に、10mm サイズのものを使用することが多いんだけど、本機はちょっと珍しい、8mm のダイナミックドライバを採用しているな。10mm より、高中音域の表現と、低音域の量感のバランスが取れたモデルが多い印象のサイズだ。ゲ部に採用されている、8mm ドライバは、その振動板もあんまり見かけない表記のもので、PU と PET の複合振動板、だけじゃなく、カーボン PET と KB イヤーが表記する素材が、複合素材の一部として採用されている。これが、現在よく流通している、グラフェン振動板や、カーボンナノチューブ振動板などに近いものなのかは不明だが、そのカーボンっぽさを感じる部分は、確実にゲ部の音作りに影響をもたらしているぞ。また、このイヤホンの音質に影響を及ぼす部分として、特徴的なフェイスプレートを含む、金属製の外装も挙げられる。この外装、アルミ系ではない、鋳造素材で作られているようで、若干外観的に角が柔らかい印象はあるものの、この価格帯のイヤホンとしては、非常に印象的な見た目を実現してるな。ただ、音質に影響するのは、見た目じゃなくて重量の方で、このような重量のある外装を持ったイヤホンの場合、その音色はウォームで、中音域あたりの量感を力強く感じる印象になるものが多い。ゲ部のこれらの構成要素が、どんな化学反応を起こしたかというと、密閉的な低音域に比べて、若干控えめのサブベース、力強く、量感のあるボーカル、なおかつボーカルはやたら近い、そして、これらの構成要素とは裏腹に、高音域はちょっとソリッドさがある、という、他のイヤホンで聞いたことのあるようなパーツを、聞いたことのない組み合わせで実現した音色だ。高音域の量感は、確かにカーボン系素材を使っているような印象がある。高音域は鋭いし、それでいて重い外装のおかげで、アルミハウジング採用機のようなカリカリに鋭い感覚はない。ただ、金属音なんかは、ハイブリッド機の愛好 OH10 なんかより印象的に響く感じがするな。中音域、ここだけが近い、めぐみ体中しと電話ボックスで二人っきりになったようなやたら近さを感じる。最初は初期付属のケーブルの癖かなと思って、何本か試してみたんだけど、それも特に効果を発揮しなかった。なんだろうこれ。この不思議な空間の周りを、同じく密閉感の強い低音域が覆う感じがする。この手の不思議空間系1ダイナミックドライバ機って、だいたい 10mm ドライバを使っているものが多いんだけど、本機は 8mm ダイナミックドライバだからか、低音域はめちゃくちゃ全方位で壁にぶつかって反響してくる感じがするんだけど、超低音域だけ、それほど強くなく、このせいで、低音の濁流に飲み込まれている感じはない。つまり、空間表現としては、電話ボックスにテノール歌手と一緒に閉じ込められて、その外側をコンテナに閉じ込められた数人のバリトン歌手に覆われてる感じだ。トライアングルだけが妙に耳に残る。文章に書き出してみると、改めて不思議。このイヤホン、ボーカルに熱量があり、なおかつ他の音より明らかに近いので、ボーカルを耳元で聞きたい、という人にはかなりおすすめできる。音が近くて高評価なイヤホン、というと、まず浮かんでくるのが、CCZ のコーヒービーンなんだけど、あちらは頭の中に全ての音をねじ込んでくるのに対し、ゲ部は高音域がやたら澄んで独立して、ある程度距離感のある鳴り方をするのに、それと相反する密閉感のある低音と、耳にグイグイ寄ってくるボーカル、という、本来同時に成立しない空気感を持っているのが不思議。不思議としか形容しようがない。これで、音質がボロボロだったら、それはダメなイヤホン、ということで片付けられるんだけど、不思議とゲ部、ダメじゃないのがまた不思議。高音はこの手の重量のあるイヤホンの中でも、かなりソリッドに鳴らしてくるし、中音域にかけてグイグイ近づいてくる、高音と中音域の間の中高音域は、これまた一気に分離感がなくなって、どんどん耳の近くで鳴ってる感を増していくものの、不思議と聞き分けられたりする、のっぺりしすぎず、それでいてカラッと空間表現があるわけでもない。やっぱりなんかの個室みたいな密閉感があるんだよな。それでいて、破綻させないのは、オーディオ専用メーカーが作ったイヤホンだからってことなんだろう。実は、今日は珍しく、うまくレビューがまとまらなくて、4回くらい動画を作り直してるんだけど、最終的に、たどり着く感想は、何回書いても不思議、の一言。
正直、名前に関連性を持たせたシリーズって、どれもこれも共通感のある音作りになってるもんだ、と勝手に思ったんだけども、KB イヤー弦部に関しては、優等生に仕上げてきた、同じ金属製外装の KB イヤーを言うとは似ても似つかないし、空間表現と低音高音の派手さで、癖はあるものの、セットアップが見つかると妙に癖になる、スザクとは別の方向性に変なイヤホン。フェイスプレートはよく考えたな。って仕上がりの良いものだし、割と王道を行く、1ダイナミックドライバ金属外装モデルなんだけど、不思議。という感想に結局帰着する。電子音楽なんかを聴いてみても、なんというか、違和感ではないんだけど、空間がバグってる感じがするんだよな。空間がバグってるイヤホンって他にもあるんだけど、弦部の場合は、同時に存在し得ない量感がしれっと同時にいるので、やっぱりよくわかんない。もしかして、ケーブルが逆走だったりと疑ったけど、そういうわけでもなさそう。一見自然になってる高音域のおかげで、単純に狭い、という印象もないんだ。ただ、これを聞いた後に、首をかしげながらケンハイファイ T を使ってみたら、もしかして耳にビニールテープでも挟まってたってくらいに開放感がある。でも、弦部単体で聞いてると、そういう印象はない。これは言語化が難しい。不思議、の一言だ。それほど高い機種でもないし、見た目もかなり気合が入っているので、ぜひとも一度、自分で聞いてみてほしいな。多分首をかしげるか、違和感の正体に気づけると思う。この違和感の正体を言語化できる人は、このチャンネルより優秀な耳と言語能力をお持ちってことだ。と、せっかくの魅力的な外観と付属品について話していなかった。弦部は4000円を下回るイヤホンの中では、かなり凝ったフェイスプレートを持っている。ハニカムか亀甲をイメージさせる背面は、INK などでどうにもプリントの粗が目立った仕様をバッサリと切り捨て、実際に金属ボディでその形に成形したものの上から、透明な立体レジンで覆うことで、はっきりとした陰影を生み出している。多分、写真で見るより、現物で見た方が美しく感じるはずだ。この改善だけでも、僕は弦部をおすすめしたいな。音がかなりニッチな仕上がりになってるけど、付属品は、低価格にして端角離としてる、金属パーツを使用した、銀メッキ無酸素導ケーブル、細くて取り回しも良い。付属品として優秀だな。それから、一般的なイヤーピース、摩擦力はあんまり強くないけど、反発力があるので、人によっては交換が必要かな、というくらいの印象だ。付属品は必要十分。ここら辺は低価格機ならではの美学、って感じがするぞ。というわけで、弦部。不思議、高音はしっかり澄んだホールみたいな音なのに、電話ボックスにテノール歌詞と一緒に詰め込まれた周りにベースが輸送用コンテナに入って四方に配置されてるような空間表現。これもしかして高音だけ頭に直接語りかけてきたりしてない？そんなわけで、聞いてみると面白い。その割に、違和感を感じない。実際、こうやって空間表現を文章にするまでに、随分と時間を要した。遮音性が良く、外観も良いので、面白がって掴む分には、かなり良い一台になるんじゃないかな？一台目？やめとけ。と、こんなところだな。最近は本当に優等生か、きちんと道理が通った個性派に連続でボコボコにされてた当レビューに、突然癒し系の弦部がやってきたような感覚になった。変なイヤホンがお好きな人には、全力でおすすめできるぞ。なんでかやたら近くて密閉感のあるボーカルを感じてくれ。といったところで今回はここまで。不思議、